皆さん、こんばんは。今日も一日、本当にお疲れ様でした。ベッドに横になって、少しずつ、まぶたが重くなってきてる人もいるかもしれませんね。大丈夫です。今日は、眠る前に、ほんの少しだけ、面白くて、ちょっと心が温まるような日本の不思議なことを話していきますね。ゆっくりと波のように気持ちを動かしながら、そうなの？って驚いたり、ふふって笑ったりしてくれたら嬉しいです。さて、今日最初に紹介するのは日本の自動販売機です。これ、日本に住んでるとあまりに当たり前すぎて普通じゃんって思うんですよ。でもね、海外の人に話すとクレイジーって言われちゃうんです。実は日本には約500万台の自販機があるんです。500万台。人口にすると23人に1台の割合。数字で聞くとちょっと笑っちゃうぐらいすごいですよね。でもね、これには理由があるんです。日本の夜って仕事でくたくたになって帰ってきた時にふと温かいコーヒー飲みたいなって思う瞬間があるんです。そんな時、真っ暗な駅の前でポツンと光る自販機を見つけると、ありがとうって心の底から思うんですよ。私も冬に残業で終電を逃しそうになって冷たい風に震えながら歩いていたんですね。その時、駅前でホットのコーンスープを買ったんです。一口飲んだ瞬間、体の奥にじんわり広がる温かさに思わず目を閉じてしまいました。こういう体験をすると、自動販売機って最高って感じるんです。でもね、自販機って飲み物だけじゃないんですよ。傘、ラーメン、スイーツまで。私がびっくりしたのはステーキ肉の自販機。これなんで自動販売機で売ってるの？って笑っちゃいました。中には昆虫食の自販機なんていう冒険なものまであるんですよ。深夜、ふと見つける光る自販機は不思議と安心感をくれるんです。あなたの国にはどんな自販機がありますか？もし日本に来たら探索気分で変わり種を試してみてくださいね。次に話したいのは日本の電車です。これはね、日本人でもすごいよなーって思うんですけど、海外の人にとってはもっと驚きなんです。
日本の電車は秒単位で動いているんです。9時32分20秒発って書いてあったら、本当にその時間に動き出す。私もね、この前時計を見ながら待ってて、本当にぴったりってびっくりしました。でも、もっとすごいのは、1分遅れただけで、申し訳ございませんってアナウンスが入ること。たった1分ですよ。海外の人は、1分で謝るのって目を丸くするんです。それだけじゃありません。遅延証明書って知ってますか？電車が遅れたとき、駅で発行される小さな紙なんです。たった2分や3分の遅れでも発行されるんですよ。これを友達に話したら、もう意味わからんって爆笑してました。でもね、日本人にとってはそれが誠実さなんですよね。さらに面白いのは、逆に電車が早く着きすぎても困ること。定刻より早く発車しちゃうと、駅員さんが厳しく注意されるんです。早すぎてもダメなんて、ちょっとユニークですよね。あなたがもし日本に来て電車に乗るときは、ぜひ時計を見てみてください。きっと驚きと感動が同時にやってきますよ。さて、次は食べ物のお話です。日本人にとって当たり前だけど、海外の人には信じられないって言われること。それは、卵を生で食べることです。卵かけご飯、すき焼き、月見うどん。日本では普通に食べるんですけど、海外の友達に写真を送ったら、大丈夫？病気にならない？って本気で心配されました。でも大丈夫なんです。日本の卵は出荷前に全部洗浄されて、殺菌されて、しかも生で食べられる期限がちゃんとついてるんです。だから安心して食べられるんです。私ね、卵かけご飯に醤油だけじゃなくて、ごま油を少し垂らして、ネギを散らすのが好きなんです。想像するだけでお腹空いてきました。夜寝る前なのに危ないですね。面白いのは、日本人でも卵かけご飯は好き派とちょっと苦手派に分かれるんです。私は完全に好き派なんですけどね。あなたはどうかな？勇気を出して一度食べたらきっと
意外といけるってなると思いますよ。そしてね、卵かけご飯の次にぜひ話したいのが麺の文化です。ラーメン、うどん、そば。日本の麺料理って本当にたくさんありますよね。でも海外の人がびっくりするのは食べ方なんです。日本ではズズズッと音を立ててすすって食べる。これマナー違反どころか美味しそうに食べてるって評価されるんです。海外では音を立てて食べるのは失礼って教えられることが多いですよね。だから初めてラーメン屋さんに入った外国人はみんな大きな音を立ててるって驚くんです。やっぱり音を立ててすすった方がスープと一緒に麺の香りや味が広がるんですよね。実際科学的にもすすることで風味が増すって言われてるんです。だから日本のラーメンはすすって食べるのが正解。逆に音を立てないとなんだか物足りないなって思っちゃうんです。海外の人にとっては最初は勇気がいるかもしれません。でも一度やってみたらこれが本当のラーメンの食べ方なんだってきっと感じられると思いますよ。今度日本に来たらぜひ思い切って音を立ててすすってみてくださいね。そしてね、もう一つ食べ物で面白いのがご飯のおかわり自由です。日本の定食屋さんや食堂に行くとライスのおかわり無料ですって言われることがよくあるんですよ。初めて知った海外の友達はただで？しかも何回でも？って本気で驚いていました。確かに考えてみればすごいことなんですよね。だって海外だとパンやポテトは追加料金がかかるのが普通です。でも日本のご飯屋さんではお腹いっぱい食べてねっていうサービス精神があるんです。その心意気にありがたいなーってつい笑顔になっちゃいます。私も学生時代バイト帰りに友達と食堂に行ってご飯を3杯もおかわりしてたことがあるんです。その時お店のおばちゃんが若いね、もっと食べなって笑って大盛りをよそってくれました。お腹はパンパンになったけどあの温かさは今でも忘れられません。特に男性にとっては嬉しいサービスですよね。
仕事でクタクタになっても、おかわり自由の一言でちょっと元気が出る。まるで今日も頑張ったんだね。お腹いっぱい食べなって背中を押されてるみたいなんです。あなたはどうですか？もし日本に来て定食を食べるなら、ぜひおかわりお願いしますって言ってみてください。きっと店員さんの笑顔と一緒にあったかいご飯がよそわれますよ。次は日本の家に入る時のルールです。そう、靴を脱ぐこと。私たちにとっては当たり前すぎて、何がおかしいのって感じなんですけど、海外の人からすると、靴を脱ぐの？って驚かれるんです。だって、欧米の多くの国では、靴のままベッドに横になったりするんですって。最初にこれを知ったとき、マジで？って思いました。でもちゃんと靴を脱ぐ理由があるんです。湿度が高い日本では、外の汚れを持ち込みたくなかった。そして昔から畳の文化があって、靴で踏むのは NG。そうやって自然に靴を脱ぐ習慣が生まれたんです。面白いのは、学校でも上履きに履き替えること。小さな子供でも当たり前にやってます。白い上履きにマジックで名前を書いた思い出。なんだか懐かしいな。学校に着くと室内用の上履きという靴に履き替えるんですよ。文化の違いって本当に人間らしいですよね。次はちょっと現実的な話。日本のゴミ分別です。燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、缶、瓶、プラスチック。細かいでしょ？しかも自治体によってルールが違うんです。私が一人暮らしを始めたとき、ゴミ出しカレンダーとにらめっこしてました。月曜は燃えるゴミ、水曜はプラスチックって覚えるのに必死。正直めんどくさかったです。でもね、そのおかげで日本のリサイクル率は高いんです。徳島県の上勝町では45種類に分けていて、リサイクル率は 80% 以上なんですって。ここまで行くと尊敬しちゃいますよね。海外の友達は
分別しすぎでしょって笑ってました。でもね、その努力が街のきれいさにつながってるんです。次に話したいのはおもてなしです。日本ではチップ文化がないのにサービスがとても丁寧なんです。レストランで食事をしてもチップを払わなきゃって思う必要がない。それでも店員さんは笑顔でありがとうございましたって言ってくれる。これって海外の人からするとなんでってなるんです。日本にはお客様は神様っていう考え方があって、自然に丁寧な接客が育ったんです。コンビニの店員さんだってきちんと挨拶してくれる。これ実は世界的に見るとすごいことなんです。だからこそ私たちができることは小さなありがとうを返すこと。あなたも明日誰かに言ってみてくださいね。きっと相手も嬉しくなると思います。最後に紹介したいのが日本の治安の良さです。カフェで席を取るとき、スマホや財布を置いて席を離れる。これ、海外の人からすると信じられないことなんです。でも、日本ではそれができちゃうんです。落とし物だってそう。東京では毎年約400万件の落とし物が警察に届けられて、そのうち 70% が持ち主に返されるんです。現金入りの財布でさえ戻ってくることが多いんですよ。私も一度財布を落としたことがあるんですけど、ちゃんと交番に届いていて、しかもお金もそのまま。その時、日本人って正直なんだなって改めて思いました。夜道を一人で歩いていても、どこか安心できる。これは本当にありがたいことですよね。もちろん油断は禁物ですけどね。海外の友達にこの話をすると、羨ましいって必ず言われます。それくらい日本の安全は特別なんです。今日は海外から見たら驚く日本のことをいくつか紹介しました。自動販売機の便利さ、電車の正確さ、生卵の安全さ、靴を脱ぐ文化、ゴミの分別、おもてなし、治安の良さ。どれも日本に住んでると当たり前すぎて気づかないけど、外から見ると特別なんです。もし海外で誰かに日本ってどんな国？と聞かれたら、今日の話を一つ教えてあげてくださいね。きっと驚いてあなたの話に夢中になってくれると思います。そしてその時、ちょっと
誇らしくなってくれたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。おやすみなさい。いい夢を。ナミでした。